皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらのポリッシュたちを使って簡単にできるさくらんぼネイルをやっていきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではやっていきます。スタート。ベースコートはジーニッシュのネイルプロテクター03番を使います。こちらは色付きのハードナーになります。ほんのりベージュで実目の色ムラをカバーできて、透け感のあるカラーを使うときにこちらを仕込んでおくと実目が透けるのを防止できます。すべての指に塗って3分くらい乾かしておきます。ルカートネイルマインの01番を使います。01番をすべての指に塗っていきます。微細なオレンジラメがキラキラと輝くシアーイエロー。ネイルマインは丸みのあるラウンド型のハケで塗りやすいし、ムラにもなりにくいので初心者さんにもおすすめです。クリアのベースコートを使った場合は実目が少し透ける発色ですが、ベージュのベースコートを仕込んでいるので一度塗りでも実目の透けが気にならないですよね。ワンカラーで仕上げるときは実目が透けるくらいでも可愛いですが、デザインをやるときはあまり透けてない方が好きです。特にグラデーションネイルの時に爪先が透けているとダサ見えしちゃう気がするので、色付きタイプのハードナーは持っておくと便利ですよ。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ディア A の SE35 番を使います。SE35 番を親指の爪先に重ねていきます。爪先から塗り始めて少しずつ深くしていきます。少しずつ深くすることで境目部分が薄くなって馴染みやすいです。もし境目が気になる部分があればベースコートで軽くぼかします。境目はそのままでもそこまで目立つわけではないので、本当に軽くぼかすだけで大丈夫です。ぼかした後のハケはキッチンペーパーに拭き取ってくださいね。中指と小指も同じように爪先に重ねます。ニュアンスグラデっぽい感じのデザインなのでムラになっても全然気にしなくて大丈夫です。ハケに含む液量が多いと境目を薄くするのが難しいので、まずはハケ先3分の1くらいの液量で塗って、足りなければ液を追加して塗り足すようにしてください。赤を塗る範囲はお好みで OK です。指ごとに黄色を残す範囲を変えて塗るとおしゃれに仕上がります。人差し指と薬指は根元側に重ねます。根元に液を置いたらそこから爪先に向かって伸ばすイメージです。根元の際の部分がガタガタになってしまっても後から修正するので気にせずに塗り進めて大丈夫です。こちらの赤はディア A の中でもお気に入りのカラー。普通に塗ると少しムラになりやすいんですが、こういう透け感の赤ポリッシュって他にはあまりないのでアレンジに使いやすくておすすめです。今回のさくらんぼのカラーにもぴったりでした。先日の目代わりでもお揃いしてくださった方がたくさんいらっしゃってすごく嬉しいです。ご購入いただいた皆様ありがとうございました。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。シフレの572番とベースコートを使います。ペーパーパレットも用意します。572番をパレットに少し出してベースコートを赤の倍くらい出して混ぜます。混ぜたものを親指の爪先に重ねていきます。深みが欲しい範囲にお好みで重ねて OK ですが、最初に塗った赤よりも範囲を狭めに重ねてください。境目は目立たないように軽くぼかしながら重ねると綺麗になじみます。こんな感じ。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。このカラーはハケに残りやすいので汚れても気にならないものを使ってください。他の指も同じように薄めてから重ねていきます。一度にぼってり塗ってしまうと気泡の原因になってしまうので少しずつ重ねてくださいね。最初に塗った赤をまた爪先に重ねてもいいんですが、もっと深みが欲しかったのでチフレのボルドーにしました。ディア A の赤を重ねると鮮やかなさくらんぼになります。
私はちょっと熟して色が濃くなったさくらんぼの色味の方が好きなのでこの塗り方にしてますが、鮮やかな赤の方がお好みの方は DIA を重ねてください。キャンメイクのシックボルドーでも試してみたのですが、チフレの方がパープル味があってより深い色合いになります。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。根元のガタつきが気になるので修正していきます。572番とベースコートを1対2くらいで混ぜます。混ぜたものを細筆になじませます。細筆はダイソーのライン筆です。細筆になじませたら根元の気になる部分に塗り出していきます。ダイソーのライン筆がすごく使いやすくておすすめです。細かい部分を塗るときに便利なので見かけたらぜひ。ここでは乾燥時間は不要です。使用した細筆は薄め液できれいにします。薄め液をキッチンペーパーに含ませて優しく拭き取ると繰り返し使います。色ムラが気になるところを微調整していきます。SE35 番とベースコートを1対1くらいで混ぜます。混ぜたものをムラが気になる部分に重ねます。薄めてから重ねることで自然に馴染むので失敗しにくいです。気になるところがなければこの工程は不要です。ここまで塗れたら2分くらい乾かします。DIA の SE07 番を使います。SE07 番を全体に重ねていきます。かなり薄付きのほんのりオレンジで全体に重ねることで全体の馴染みが良くなります。他の指も全体に重ねていきます。こちらのカラーは本当に淡いオレンジなので赤や黄色の発色を保ちつつ全体をきれいにまとめてくれます。こちらのカラーをお持ちでない方はオレンジではなくコーラルピンク系になっちゃいますが、キャンメイクのファンデーションカラーズ06番でもいいと思います。少しピンクっぽくはなりますが似たような雰囲気になります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。縮み防止のために DIA を塗ってからネイリストを重ねて仕上げます。縮み防止用として塗るのはキャンメイクのジェルボリュームトップコートでも OK です。こちらの DIA はツヤ感が綺麗なのでこれだけでもいいんですが、少しぷっくり仕上げにしたいのでネイリストを重ねます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。さくらんぼネイルの完成です。ほぼカラーを重ねただけですが境目もすごく綺麗に馴染んでますよね。みずみずしくて美味しそうなさくらんぼになりました。使用したものをまとめます。右手はこんな感じです。爪先側と根元側のカラーを左とは全て逆にして塗りました。イエローの微細ラメがキラキラして綺麗だし、つるんとしたツヤ感もとっても可愛いです。そんなに難しい作業はないので皆さんもぜひ真似っこしてみてくださいね。次回は視聴者様からのリクエストで新緑ネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。またねー。